友田です。今回の動画なんですけども、トミックさんの車両ですね。ちょっと古いタイプの終電方式をとっている車両。こちらの方に、テープ LED の室内灯の方をちょっと組み込んでいこうと思います。いろいろとどういう形で組んでいったらいいかとかっていうのを先頭車と動力車先にちょっとやってしまって、そちらの方がちょっとねもう動画にはできないというか、さすがに、ね、一から全部ばらしてっていうのもちょっと難しい部分があるので、とりあえずトレーラー車の方、ようやく形として組み込みが安定してきたトレーラー車の方でちょっと今回は動画撮っていきます。まず車両の方見ていきます。旧製品の車両ってこんな感じで分かれるんですよね。でもっと言うと、こちら台車ですよね。台車の方がこう外していくと、こんな感じで終電関係何も装備がないんですよね。ということで、まず終電関係をどうにかしないといけないっていうのと、そして室内灯ですよね。現在の車両であれば、床下がこういう状態で、ここの部分ですよね。室内灯から終電用のスプリングですよね。でここにはまって室内灯が装着できるっていうような形なんですけども、これ同じような形でちょっと作ってみたんですけども、ずれてしまうんですよね。今の現行品のように、この終電スプリングの上のところにダイオードを引っ掛けるような形が取れたりとか、スプリングが離れないようにっていうのができるような仕様なんですけども、旧製品はまずここがもう浅すぎてスプリングがきちんと固定維持できないっていう問題があったので、その辺をちょっと、改善していかないといけないかなということで、一旦スプリングで固定してたんですけども、スプリングも意味がないと分かったので、もうスプリング伸ばしました。ただの導線に戻した感じのテープ LED ですね。でこれそのままだとこんな感じで点灯します。でこれを取り付けて、でここへこの導線を持っていかないとダメなんですよね。ということで、まず LED を先に固定します。ボディ、屋根真ん中あたりにこう貼り付けます。そしてここから今度は客席のパーツですね、こちらの方をボディへ戻します。でその際にこの本来スプリングを通すところにもう導線を通してしまいます。テストで通電させます。こんな感じですね。これでまず室内灯のボディへの取り付けの方は完了です。で次にこの導線とここの終電の蓋ですよね、これがきちんと接触しないといけないので、これをそのままこう元に戻してあげても、ちょっとしたことでこれ中で接触してしまう可能性あるんですよね。で接触するとショートしてしまうので、それはまずいということで、そこで今度こちらですね、銅箔のテープを使ってこれをまたさらに固定します。今度こちら接点を増やすために、ここ折り込んで両面この部分だけ、先端部分が糊がついていない方の
銅箔をここへ当てます。でこちらも同じように糊がついてない側を銅線に接触させる形でもう一ですね、こう止めます。接点こう通電確保できるので、こんな感じで床下を元に戻します。でここから現行品だとこれでもう終わりなんですけども、旧製品はなんと車輪に終電機構が備わっていないんですよね。なので終電シュそれと終電スプリング、こちらの2つを使ってここに終電機構を作っていきます。でこれ本当だったらこれも自作してしまえばっていう話なんですけども、単価がね100円切ってるんですよね、こちらも。ってことを考えると、この終電シュ作ったり終電スプリング作ったり、それを手作業でやること考えたら、もうこれに関しては購入した方がまあ確実かなと。きちんとね製品されてる設計されてるものなので、これをこの車輪の分かりますかね、フリンジのさらに内側のところにちょっとしたガイドがあるんですけども、そのガイドの内側に沿うようにでもう一つ反対側に同じように台車の内側のフリンジのさらに内側のガイドに合わせて、そして台車を今度はこの上側から元に戻します。これでまず車輪からの終電、これが確保できるんですけども、次はこの終電周からここですよね、この部分に届けるためにスプリングを使います。そして、この突起に終電用のこのスプリングを差し込むって形ですね。でこれ下からちょっとこの終電周を押し上げてあげて、突起が少し上に飛び出した状態でこう終電周を差し込んであげるっていう感じで取り付けていきます。反対側も同じように下から突起の部分を押し上げてあげてスプリングを差し込む。そしてボディへ取り付ける。でネジを元へ戻してあげる。同じようにこれで取り付けの方完了ですね。そして充電のチェック。わかりますかね、すごく不安定なんですけど、こんな感じでつけます。テープ LED すべて組み込んだんですけども、まずね先頭車の方からちょっと組み込んでいったっていうのもあって、先頭車が実はどちらもちょっと不安定なんですよね。これはちょっとやり直ししないとダメかなとは思うんですけども、一応後から
組み込んだ中間車の方が、比較的安定して、組み込みできたんじゃないかなと思ってます。そしてこちらですね。動力車の方が、グリーン車なので、そちらの方だけちょっと LED 色を変えたものを取り付けています。ではちょっとね、走らせてみましょう。なのでちょっとこの本当に両端の2両がもう少し手を加えないといけないかなっていうところですね。ではちょっとね、走らせてみましょう。ちょっとやっぱちらつきは目立ちますね、どうしても。先頭2両が本当にちらつきがひどいですね。で、後から導入した中間車は比較的安定してるので、先頭2両が要調整っていう感じですかね。でもそこそこ中間4両のこの安定っぷりを見ると十分いけるんじゃないかなと。ということで、今回はトミックスさんの旧仕様の車両に室内灯、テープ LED の室内灯を組み込んでみたということでちょっとやっていきました。こんな感じで鉄道模型に関する動画投稿していってますので、鉄道模型に興味のある方チャンネル登録いただけるとありがたいです。ということで今回の動画ここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。